皆さんこんばんは。先週のアニメ19話は井筒が登場し共闘したり、ナイトメア戦でマルシルの夢が描かれたおかげで漫画にはあまりなかったマルシルの母親、父親の肖像画が多く登場して楽しかったですね。今後井筒が仲間になったことで4人パーティーでのオープニングが変わってくる可能性があるのかも注目です。そして今回の動画のテーマは、個人的にネガティブな話はしたくないのですが、ダンジョン飯はリアルさを追求するあまりにどうしても出てしまう闇の部分があります。例えばダンジョン内と地上の境目で命を落とすと蘇生をするのかなどの問題は古代人がすでに解明しており、入り口付近で命を落とすと基本的にはダメで、わずかでも地上に出ると蘇生しなかったり、いくつかに切り分けて遠ざけても1箇所でのみ蘇生するなどのダークな部分から本編やガイドブックでは描かれていないポイントを解説します。アニメのオープニングの意味。アニメのエンディングは細かいキャラクターの性格が出ているという話を前回の動画で紹介しました。例えばその時に言っていなかった話で言うと、シーズン1のエンディングで迷宮に入るために入り口に集合する際、チルチャックが遅刻したマルシルに怒っているシーンがありますが、実はチルチャックは人一倍遅刻に厳しいというキャラクター設定があります。旧ライオスパーティーで過去に迷宮に潜った時でも、当日ライオスとファリンが寝坊した時、一番怒っていたのがチルチャックです。時間や細かいことに相当神経を使う性格なんでしょうね。ただしチルチャックと馬が合うナマリが遅刻をした時はあまりガミガミと怒らないのも人間性が出ていますね。そんなアニメですが、シーズン2のオープニングの大まかなストーリーは、歩きキノコを抱きしめたライオスがメンバーと合流したり、主にカラフルで爽やかな映像になっていて、最後のカットは寝ているライオスが目を覚ますシーンです。つまりその前の爽やかな映像はライオスが見た夢の世界ということなのですが、よく考えたらその目線で見たら怖い映像になっていて、鍋の中に自分たちが入り美味しそうに笑うシーンがあります。ライオスは魔物に食べられたい願望を持っており、そんなライオスのサイコっぷりが爽やかな楽曲の中に隠れているのがわかります。考えるだけで怖いハーフフットが生まれたきっかけ。人類は悪魔と共に古来から共生しており、エルフは悪魔に寿命1000年くらいで、いやもう少し短くなどとお願いしたり、魔法を使いたい、筋肉をなど様々なお願いをした結果、人種が分かれることになりました。そうしてエルフたちやドワーフたちが誕生したと言われていますが、ではハーフフットは誰がどうやって願って生まれたのでしょうか。ハーフフットはトールマンに比べて小さくて可愛いですが、子供のように可愛いままでいたいと願ったとしても、もう少し魔法や力などがあってもいいですし、寿命も短く多種族と比べてあまりにも不利です。そんなハーフフットの誕生理由は、ネット上での意見ではこんなことが言われています。すぐ増えて小さくて扱いやすい、つまり餌用。見た目は愛玩、感覚が鋭く魔物ソナー付きなのが支配層の闇を感じてつらい。魔力に弱いのも御しやすいように設定した結果なんだろうな。実験用に作られた種族なのでは。多産で寿命が短いって非常に都合がいいし、かつ逆らいにくいように、非力で魔法も使えない上に小さいから飼育場所も取らないし完璧などなど、恐ろしい考察があったりもします。個人的には実験用や愛玩用は言い過ぎかなと思います。トールマンの平均寿命が60歳の世界で、平均50歳ならそれほど極端に短いわけでもないですし、頭が悪いわけじゃないですし、むしろずる賢い一面があります。その中でも納得できる話もありました。エルフたちよりドワーフが怪しいかな。ハーフフットの微臭感覚はドワーフ寄りだし、魔法色適性も下から数えた方が早い。産業革命期の煙突掃除人みたいに兵所での作業をさせるのに低身長で手先は器用にしたんじゃないか。確かに感覚が鋭いなら炭鉱の手伝いや洞窟探索などもうってつけです。冒険者バイブルでは、エルフが未開の土地にやってきた時、原住民の小さい足跡を見てハーフフットと名付けようと言っていたので、エルフが愛玩用に作ったというよりは、ドワーフが一緒に洞窟探索をさせるために生み出した種族だという説が正しいと思います。そのことを裏付けるポイントとして、
ハーフフットの人口分布図を見てみると、西方大陸北西部を除けばドワーフが住む東方大陸、南方大陸とかぶっています。ノームもドワーフと近い地域に住んでいるのですが、非力で魔力の弱いハーフフットがその地域に住んでいる理由はなぜでしょうか。もしかしたら古代のドワーフやノームが小さくて非力で魔力が使えず感覚が鋭い人種を生み出し、昔から人魚やサキュバスを狩る時の先導役にされた可能性が考えられますが、あまり深く考えるのはやめておきましょう。全然説明がなかったカブルーの拘束とオッタの闇、カナリア隊メンバーオッタの闇についての解説ですが、その前に説明しておかないといけないことがあります。ダンジョン飯の9巻以降で迷宮に潜るカブルーとミスルンの間で描いていないけど重要なシーンがあります。62話6日間の回でミスルンと共に行動しているカブルーですが、落下4日目までの格好とチェンジリングを踏んでエルフになった落下5日目の格好が違うことにお気づきでしょうか。おそらくエルフになったことで力も弱くなり武具を軽量化させたのでしょうが、その後トールマンに戻っても軽量化させたままです。おそらくそれは防御より1日でも早くライオスに会うため機動力を大切にする理由でしょう。その後さすがにこれは描いていないとわからないだろという大切な一連のくだりがあります。62話でカナリア隊とミスルンが再会したにもかかわらず、カナリア隊の帰還命令を無視してカブルーはミスルンを連れてライオスたちがいるところまで向かいます。その後66話カレイ1の回でカナリア隊と同行しているカブルーが登場しますが、カブルーの姿勢が変わっていることにお気づきでしょうか。実はこのカナリア隊と同行する際、カブルーは手首に魔術による手枷をつけられていたのです。オッタやリシオンがつけている模様に似ていますが、これは囚人の動きを封じることができるミスルンなどの看守が使える封印魔術です。そんな魔術を使ったというシーンやセリフは全く描かれていないのですが、当たり前のように腕に手錠がはめられたような体勢のまま行動しています。そしてカブルーがライオスと再会した11巻73話ババロアの回では、ライオスと握手をするときに両手で握り、ライオスが変な握り方といった違和感を持たせたり、翌日使との戦いでパッタドルや他のカナリア隊に指示を出した後に、責任感の強いはずのカブルーがカナリア隊に任せてさっさとその場から離れてしまう違和感たっぷりの行動をとったりします。そして76話迷宮の主2の回でミスルンの意識がなくなった時にカブルーが手枷が外れたと言っており、ここでやっとカブルーに手枷がついていたことがわかるのです。10話の間一切説明がなかった手枷がここでわかることになります。もう一度振り返らないとこの違和感には絶対気がつかないでしょう。勘弁してほしいです。読者がわかるわからない関係なく、カブルーがライオスと再会して握手するとき、ライオスに警戒されないように服で手枷の模様を隠していることがさらに複雑さに輪をかけています。ここまで読者に伝えることより登場人物や心情のリアリティを優先させる漫画は本当に珍しいです。そんな手枷の説明の後にカナリア隊のオッタに関する闇の話を解説します。オッタは女性ですがハーフフットの女性の恋人がおり、短命種が好きで尊敬しています。彼らは私たちが思うよりずっと成熟してる。短命ゆえに一日を大切に生きている。私は彼らを人間として尊敬し恋に落ちたんだと語っています。そんなオッタの恋人は落書き本デイドリームアワーで登場し、魔術を見せてあげて喜ばせています。しかしよく見ると気になる部分があり、ハーフフットの女の子にはオッタやリシオン、そしてカブルーがつけていた高速魔術の模様が入っているのです。この模様には一体どんな意味があるのでしょうか。ちなみにオッタの罪状といえば、古代魔術品の売買及び人身売て古代の遺物や魔物や人間などあらゆるものを売り買いしていたことがあります。未成年小腕捕まったんじゃとまで言われています。誰がこの魔術を施したのか、なぜなのか、あまり気にしない方がいいと思い考えることをやめました。闇の話ばかりだと暗くなるので、視聴者さんから届いた胸キュンのコメントも紹介していきます。見ただけで腰が抜けるほどの好みの姿で現れる魔物サキュバスモスキート戦の回で
ライオスの前に現れたのはマルシルでした。正確に言えば魔物のギガヘプタヘッドマルシルだったのですが、その時のマルシルの髪型はシェイプシフターが化けたライオスが思うマルシル A の髪型でした。普段マルシルは髪に人一倍気を使い、下ろしっぱなしにはしないので、ライオスからすればマルシルの髪型のこだわりに無頓着なんだろうなと思っていましたが、素敵なコメントをいただきました。ライオスは無頓着ではなく、髪を下ろしたマルシルを好きになったんですよ。ファリンを蘇生する際に髪を解いて魔術を行っていますよね。あそこで惚れたんです。ワールドガイドにも記載されていますが、蘇生された際の印象が強く残っていると書かれていました。普段髪を縛っている妹の友人というだけだった人が、髪を下ろした大人っぽい姿を見て女性を感じたのでしょう。14巻96話でマルシルが髪をバッサリ切っちゃうしかないかと言った時にライオスが情けない表情をしたのもそのためと教えてくれました。その甲斐があってかは分かりませんが、その後もマルシルは髪を切らずにしっかりと長い髪を整えています。ライオスがマルシルを好きになった瞬間を思うとキュンとなる考察でした。いかがでしたか？今回は少し重めな話も多かったですが、久井涼子先生は短編時代からリアル思考すぎてついダークな一面を出すことが多々あります。よろしければ短編集「竜の学校は山の上」「竜のかわいい7つの子」「引き出しにテラリウム」もとんでもなく面白いのでぜひ読んでみてください。竜のかわいい7つの子では竜に対する考察が凄まじく、竜や人魚など魔物への愛が詰まっており、竜の学校は山の上ではいろんな絵のタッチ、いろんな時代背景、いろんな地域の違いがファンタジーを通して描かれています。引き出しにテラリウムは恐ろしい数の設定やアイデアが凝縮されたショートです。私はその短編集時代に先生の大ファンになりました。今後もぜひコメントをお待ちしていますのでよろしくお願いします。